20サウロ3人の若者を殺害する。サウロの狙いは教会の根を絶やすことであった。しかし彼は使徒たちに直接手を下すことができなかった。死刑を宣告する権限はユダヤ人にはなくローマ総督だけに与えられていた。サウロは7人の収入役を取り調べるために役人を派遣した。収入役は教会の金を管理していたので、彼らを痛めつければ信者たちは力を失い、教会は麻痺状態に陥ってしまうだろうと考えたからである。ピリポとニコラスは闇夜に乗じてエルサレムを脱出した。彼らは古事記に変装していたので、街道に設けられた関所を難なく通り過ぎることができた。後に残された選ばれた若者は、プロコロ、テモン、パルメナであった。この3人も正気あふれる若者であった。彼らは主の仕事に熱心に励んでいた。彼らの主な仕事は、もっぱら信者の名簿を作ることであった。教会は迫害が始まってから、当局の目をくらますために、選ばれた7人の若者の代理をする他の7人を選び、金銭の管理に当たらせた。ピリポとニコラスがサマリアへ向けて旅立った夜、代理の7人は3人の若者と会合し、仕事の引き継ぎを行った。引き継ぎを終わった頃は、すでに夜も更けており、3人は別々の道を通ってエルサレムを出発した。ちょうどその夜、サウロはクリスチャン撲滅の全権を得て、夜が明けてからエルサレムの城壁の外側に警備兵を配備した。パルメナ、テモン、プロコロの3人は、何の変装もしないで出発した。夜中に出かけるのであるから無事に行けるだろうと思ったからである。3人には数人の若者がついていった。サウロは片っ端からクリスチャンを捕まえていた。もちろんこの3人も捕らえられた。捕らえられたクリスチャンに対して、サウロは犯罪人キリストの教えを捨てて、モーセの律法を守ると約束するならば、今すぐ自由の身にしてやると説得した。臆病な者を除いてみんなサウロの説得に応じなかったので、彼らは公衆の面前で鞭打たれ投獄された。サウロはプロコロ、テモン、パルメナを呼んで難題をふっかけた。サウロは謝罪と金を要求した。3人は彼の卑しい行為を軽蔑していった。あなたは若さで蛮勇を振るっておられるが、明日は逆転して私たちから金をもらうようになるでしょう。このような3人の振る舞いはサウロを少なからず驚かせた。彼らは非難めいたことを一切口に出さず、暗黒の中にいるサウロの魂が救われて、主なるキリストに仕えることができるようにと、ひたすら大声で祈るのであった。彼はやめさせようとしても、彼らには全然聞こえなかった。サウロは怒って、彼らは別々に投獄してしまった。3人は散々鞭で打たれ、裸のまま縛られ、砂利の上に座らされた。太陽が照りつける頃になると、鞭で打たれた傷跡がうずいた。3人は喉が渇いても一滴の水も与えられなかった。この世にあしらわれたのは、この3人が初めてであった。日が沈むと再び牢にぶち込まれた。このような苦しみは、彼らを愛する者たちの想像を絶するものであり、生き残る見込みは全くなかった。朝が来ると、縛られている綱がたゆめられ、サウロの前に引き出された。サウロはこの世の楽しいことなどを話して聞かせてから、彼らの死、キリストを犯罪人と宣言し、さらに教会内部の情報を教えてくれれば、釈放してやると言った。しかしこの3人の若者は、ひたすらサウロの魂の救済を祈り続けるのであった。彼らの目は信仰の光で美しく輝いていた。しかし彼らの苦痛は日ごと増大し、昼は焼けつく太陽の下にさらされ、夜は足元の蛇などに悩まされた。プロコロはついに倒れ、彼の霊は肉体を離れた。サウロは牢にやってきて、胸が高鳴るのを覚えた。残された2人も降参するかもしれないと思って、縛っている縄を解いてやった。しかし2人は、か細い声で口を動かしているので、サウロは耳を口に当ててみた。彼らはなおも、サウロの魂の救済のために祈っていたのである。彼は怒り狂って、暗い牢の中を大股で歩いた。町ではもっぱらサウロが一人のクリスチャンを殺してしまった。それは大変良くないことであると噂されていた。残った2人、シモンとパルメナも大声を上げ、体を大きく震わせ帰らぬ人となった。老婆たちはこの様子を見て制服を脱ぎ捨て、自分の職務を放棄して一晩中、使徒の一人を探し回り、使徒の多大を見つけるや否や、
自分たちにも洗礼を受けさせてほしいと言った。とにかくですよ。わしらは知らぬ間に天使に仕えていたのですよ。あの方たちは不滅だよ。あんた方がキリストとやら言っている大先生をわしらは信じるよ。この言葉を聞いた使徒タダイは、自分たちの職務や制服を投げ捨ててきたのを知って、直ちに仲間の使徒のところへ連れて行った。彼らは洗礼を受け、その後熱心に主イエスを述べ伝えるものとなったことは言うまでもないことである。さて、3人の若者が死んでから、老婆たちはみんな散り散りになり、サウロの怒りを恐れてエルサレムから離れたところに逃げてしまった。大祭司とガマリエルはサウロのところへやってきた。ガマリエルは3人のクリスチャンが殺されたという噂を耳にしたと言った。サウロは自分のせいではないと頑強に否認した。奴らはローバンと結託したんですよ。クリスチャンに買収されたローバンは奴らを逃がし、自分たちはエルサレムから消えちまったんです。わしの知ったことじゃありません。ガマリエルは迫害することの愚かさを話した。しかしサウロはますます心を硬化させ、クリスチャンに敵意を燃やすようになった。サウロは殺した4人の若者に絶えず付きまとわれ悩まされていた。4人の若者は彼の夢の中にも姿を現した。ステパノ、プロコロ、テモン、パルメノの4人の若者は常に彼の魂がキリストによって救われるように祈っているのであった。サウロの心は一瞬も休まることなく4人の若者の訪れに怯えていたが、クリスチャンへの迫害の手は緩めなかった。彼は自分の行為は絶対に正しいと確信していたからである。しかし内心クリスチャンたちは罪と死を克服しているに違いないと気づいていたのである。それはまるでクリスチャンというトゲが体に刺さっているかのようであった。口ではみんなにキリストは悪魔に魅入られた魔法使いであると罵っていた。